こんにちは、クレちゃんです。めっちゃ眠いです。今起きました。髪の毛すごいボサボサな上にもう赤だったのが見てください、ピンクになってしまっています。インナーの黄色はもう消え去ってますね。これでだいたい今2週間半ぐらいですかね。2週間半、まだ3週間経ってないかなぐらいだと思うんですけれども、さすがにこの髪の毛じゃ自分の中ではもう外に出られないっていうぐらい恥ずかしい感じなので、早速メンテナンスを一気にしていきたいと思います。行ってきます。じゃーん、帰ってきました。今回も飛空亭銀座さんでブリーチだけしてもらいました。真っ白です。じゃん。ただね、前回入れた赤が強すぎて、見てください、この辺ちょっと赤み残ってるんですけど、この中間のとこだけですね、赤がだいぶこびりついてるんですけど、でもだいたいいつもブリッジしたとこんな感じです。というわけで今日はここからセルフカラーの様子をお見せしたいと思います。どうぞ。まず最初にセルフカラーをする時のポイントとして、前開きの服を着ておくととても便利です。なぜかというと、ここ塗った後に首こうやって通して脱ぐと、多分この辺べっとり色がついて落ちなくなってしまうので、それを防ぐためにも前開きの服をいつも着ています。そして用意するものはアルミホイル。ちょっとこれ実家あるあるなんですけど、なんかアルミホイル本来入ってるべきケースから出ちゃっててしかもちょっと何かに巻こうとした形跡が残ってるんですけど、あんまり気にせずにいきたいと思います。そして鏡で、鏡は2枚あると良いです。なぜかというと、後ろの髪の毛を染めるときにこうやって見るだけじゃ後ろが見えないので、なるべくこう鏡を合わせながら見ていくととても塗りやすいです。なので2個あるとおすすめです。次にじゃん、手袋ですね。これビニール手袋でも何でもいいんですけど、私歯が好きでよく人の歯を触る時に使ってるゴム手袋があるので、こういうのをいっぱい用意しておくとカラーを分けるごとに1枚ずつ使えます。最後に一番大事なもの、それはじゃじゃじゃーん、カラーバターです。カラーバターご存知ですかね。一応派手髪の中ではカラーバター使うことマニパに使ってる子が派手髪シェアの中の大部分を占めてるんですけれども、こんな感じで中はね、とろっとしたカラーの液体です。匂いも結構いい香り、トリートメントみたいな香りがします。これがショッキングパープル。あとね、じゃん、ブルー、黄色、赤、濃いめのピンク、緑。今日はこの6色を使いたいと思います。さあどんどん準備をしていきましょう。髪の毛をほどいて、こんな感じですね。私も派手髪にし続けて何年ぐらいかな、7年以上経ってるんですよ。なのでその7年の間、もう必ず最低月1ぐらいのペースでブリーチをしていたので、でもね、傷んでないわけないんですよ。まあヘアケアの方法はいっぱいあるので、これはまた別の動画で紹介したいと思います。ただ今回私がカラーバターを使う理由としては、トリートメント効果が入っているってことが一番大きくて、この髪が今回すごいパッサパサなのは色が入ってないからなんですね。いつもはこの上にカラーバターを塗って染めているから割と綺麗めに見えてるっていう話です。はい、塗っていきましょう。さてまずはこの上の長い部分から塗っていきたいと思います。今回何色にしようかいろいろ考えたんですけど、ミックスにしようかなと思っていて、この辺の緑、ピンク、黄色、ブルーとこの辺りの色をたくさん使っていきたいと思います。でもよく見たらブルーこんだけしかなかったから、ブルーはちょっと大事に使っていこうかな。これ使っていきます。こんな感じです。とりあえず片手にだけ手袋をつけて、でもう片方の手はアルミホイルを巻いたりしたいので、ちょっと自由に動かせるようにしておいてほしいです。ラカルちゃんですね、ラカルちゃん。
なんか本当はこういうのダッカールとかで留めたいんだけど、私今日ダッカールちょっとなくしちゃったのでヘアピンで代用したいと思います。アルミホイルをこうやって取って染めたい束の下に引きます。でこういう風に色を塗っていくっていうのが私のやり方です。紫にしようかな。紫開けて、この束は紫にします。はい、こんな風に取りました。塗ります。なかなかいい感じです。あ、私ね、一つ失敗したのはコンタクトつけてなかったことですね。染めながらメガネかけて見れないので、もはや勘です。でもまあ大体染まれば良いので、そんなにセルフの時はきっちりこだわりはなくやっています。すべて片手なので結構大雑把に音が進んでいきます。もう塗っちゃうよ私は。この辺持って、この辺まで塗っちゃうぜっていうところまで持ち上げて、塗って、この裏とかね、この根元とか際裏側とか塗り残しやすいので気をつけてください。ちなみにカラーバター手についてもすぐ落ちるのであんまり気にしてないです。ただ素手の方に色がつきすぎると他の色を触るときにまたバチくなってしまうので、あんまり素手の方では触らないようにはしてます。で細かいところとかは鏡もう一個で近づいてみながら塗れてないんじゃないみたいな、あ、こういうとこですね、こういうところをチェックして厳しめに自分で塗っていってください。こんな感じで、紫はこんな感じで終わりです。少し黄色を入れたいと思います。そしたらこの下の一列をいこうかなって思います。持って根元とかね、超塗り残しやすいので先に塗っちゃいます。ピンクもこんなもんですかね。
セルフカラーの一番の楽しみってやっぱり美容院でオーダーできることの範囲を超えたなんか自分のやりたい髪ができるところだと思うんですね。例えばこうやって塗りながら私も前髪ここまで緑にしてここから先はピンクにしようとかっていうのも多分最初からは決められないと思うので、やってる途中に自分の思いつきでやっぱこうした方が可愛いかも、ここはこうしてみようかなみたいなのがすぐにできるっていうのが一番の楽しみかなと思います。難しいのこれ、ちょっと難しいな。このままいこう。いい感じです。成功成功。アルミホイルって結構どうにでも形が作れてまとまるので、こうやって一気に全部まとめてギュッとおにぎりみたいにするとすごく便利です。これで心置きなく刈り上げが塗れるので、刈り上げに色を塗りたいと思います。はい、というわけで全部塗り終わりました。ここまでだいたい30分かかってます。はい、こっから約20分放置します。色が混ざったとしてもムラがなければ良いかなと私は思ってるのでこんな風にちょっと手を汚くしてしまいましたが、だいぶ満足のいくセルフカラーになったんじゃないかなと思います。しばらく待ちます。はい、20分経ちました。早速流していきたいと思います。はい、髪の毛乾かしてきました。いかがでしょうか。今回は紫と緑をベースにいろんな色をメッシュで混ぜたりしてみました。ところどころ黄色とかピンクがちら見えするかなと思います。刈り上げも虹ですね。レインボーカラーにして、あとはドットにしたんですけど、なんかところどころ自分でやるとやっぱ色が入りにくかったりとか、初日は割と見栄えが良くなかったりもするので、はい、なんか
か2日目以降、2回目シャンプーする時にまた色足して調整したりとかしていきたいと思います。今回はいろんな色を使って色分けしたのでちょっと難しく見えたかもしれませんが、単色でやる人とかはもう全然普通にガーって混ぜるだけなんで、多分思ってるより簡単だと思います。なのでぜひ派手髪の皆さんはこういう風にカラーバターをお家でストックしておくと簡単に染め直しができたりとか色濃くできたりとかするのでとてもおすすめです。というわけで今日はセルフカラーをお見せいたしました。ぜひ皆さんもお家でチャレンジしてみてください。それでは